俺のターン、ドロー、フィールドに封印されし5体のカードを召喚。どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆるてなんぼのゆずらんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2024年14号、ワンピース最新話1109話、阻止を考察します。この1109話も新たな考察や過去の答え合わせがはかどります。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでない人は大いにネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。まず半年前、こちらの動画ではエッグヘッド事件とはバスターコールとは真逆、ベガバンクが世界中の電電虫をハックして空白の100年の謎を世界に発信すると考えました。こちらの考察は久しぶりに100点満点でした。どうぞ。脳はいつか人類で共有できる。バンクレコーズ。ベガバンクの脳内に生きていた大原の意志、その記憶が世界中へ拡散されてしまうのか。そんな可能性があるとすれば、それはどのように。世界に思いもよらぬショックとは。ショック。409話強報緊急大放送。409話の大放送とはバスターコールです。そう、逆転の発想。世界中の電電虫をハックして一つなぎにすれば、パンクレコーズの脳みそから世界中の電電虫へ電波を飛ばせる。小原の意志、空白の100年の謎が全世界に伝わる。ベガバンクの脳がパンクする。小原が電電虫のバスターコールで滅んだなら、その小原の意志は逆に電電虫で伝わる。表裏一体異種返し。そんな衝撃的な話をもしも世界中の人々が知ったなら、世界政府への不信感がさらに高まる。世界中で革命の灯火がさらに燃え上がる。その炎を消そうとイム様は古代兵器をさらに使う。さらに使えば世界は海に沈みゆく。そういう流れでしょうか。はい、これは半年前話数の語呂合わせから読み解けました。となると127話のタイトルが電電虫ですから、127話の語呂合わせはやはり一つなぎ。すると僕が10年以上前から考えている語呂合わせ一つなぎ、1127話がワンピースを表す回である可能性がさらに高まりました。それは今から18話後、1127話に注目しましょう。続いてはいつものように話数の理論の答え合わせを行いましょう。先週はこのように考えました。こちらです。1109話の類似話数は9話、109話、119話、1019話です。続いて1019話ではヘリケラトプス、まさかの空中戦。そして1109話のスペシャルな語呂合わせはイッテ Q。 日本の人気バラエティ世界の果てまでイッテ Q。 ベガバンクが語る真実は世界の果てまでも届き、人々に真実を問いかける。世界の果てまでイッテ Q。 はい、先週の予想の方はいまいちでした。話数の理論を修正しましょう。1109話の類似話数、9話でナミはバギーは妙な記述を使うという。一方1109話で五老星たちはテレパシーやワープなど妙な記述を使います。次に109話のタイトルは責任問題。バロックワークスたちがゾロに負けたら責任問題だという。一方1109話で五老星たちも世界の真実をベガバンクにされたら責任問題となるでしょう。次に119話でミスター3はミスターゼロことバロックワークスのボスクロコダイルの正体を知ったルフィたちを消そうとする。これも世界の秘密を知ったベガバンクを消そうとしている五老星たちと繋がっているでしょう。バロックワークスと五老星たちについては3年前こちらの動画で表裏一体であると考えました。その繋がりは後で考えます。次に1019話ではヘリケラトプス、くるくると回転してまさかの空中戦。1019話ではフランキーがビームも放ちます。一方1109話でもサタン星がくるくると回転してまさかの空中戦。さらにキザルは目からビームを放つ。そして反転話数911話も考えましょう。911話は侍の国の冒険。海に溺れたルフィがワノ国に到着してワノ国の冒険が始まっています。一方1109話では旧ワノ国がある水に沈んだ鬼ヶ島。新しい短期集中連載が始まっています。この水に沈んだ鬼ヶ島は先週も考えたようにベガバンクが語るであろう沈みゆく世界とリンクさせていそう。以上が話数の理論一つなぎです。それでは本編の考察を始めましょう。1109話のスタートは引き続きベガバンクの暴露放送。これが1109話の話数の語呂合わせ一つ目。0を倍につけてマル秘トーク。
マル秘トーク。さらに2つ目、トーク。隠された世界の真実、その秘密を喋ろうとするベガパンクですが、しかしこれを釈迦が一旦ストップ。釈迦が時間をコントロールします。この配信はどうやら録画放送だったようです。これが1109話の話数の語呂合わせ3つ目。意欲とは死んでいく人が後に残る人のために話しておくという意味の言葉です。先週僕はベガバンク本体はパンクレコーズと一体化したと考えましたが、この考え方は外れたようです。そんな世界配信は映像がメインのようです。世界中の人々が映像電電虫を用意するために10分間の時間が必要だという、これが1109話の話数の語呂合わせ4つ目。一時の間を待つベガバンクたち。この配信は海軍の電電虫をハックして、そこを中継ポイントとして全世界配信されリンクしていく。これが1109話の話数の語呂合わせ5つ目。人々リンク。0は中国語でリンと読みます。そんな暴露系動画配信者ベガバンクによる同説数千万レベルの大規模配信まで残り9分半の一時。その配信は世界政府への配信行為。焦るサターン星はマリージョアにいる五老星とテレパシーでリンクします。これも人々リンク。このあたりのつながりも巧みです。五老星たちは機材も使わずテレパシーで会話をしている。以前少し考えたように、やはり五老星とベガバンクは表裏一体か。五老星たちはイム様のサテライトなのか。いや、違うでしょう。イム様と五老星は電電虫で会話をしていました。五老星5人だけが何かしらの方法で繋がっている。テレパシーで繋がっているのに、リアルでもいつも一緒にいる仲良しおじいちゃん5人のずっとも老人会。そんな焦る五老星をよそに、配信行為が世界を駆け巡るドレスローザ、風車村、ウォーターセブン、モルガンズ、ウエストブルー、ノースブルー、サウスブルー、カマバッカ。これが1109話の話数の語呂合わせ6つ目。世界の果てまで行って9。ベガバンクの謎の放送に全世界がクエスチョン。そんな中、頭が切れる男、天才ベガバンクの頭が本当に切れていることに驚く人々もいる。これは金右衛門でも使われたギャグです。日本語で頭が切れるとは頭がいいという意味です。かつてベガバンクがいたパンクハザードで初めて出会ったのが頭が切れてる金右衛門でした。そしてもう一人頭が切れている男といえばバギーがいます。このバギーは頂上戦争で映像電電虫を使って戦争を中継していました。現在のエッグヘッド編は頂上戦争編と表裏一体のようです。頂上戦争ではルフィが攻め込む側でしたが、エッグヘッドでは逆に攻め込まれる側。頂上戦争のルフィとエッグヘッドのボニー、頂上戦争の七部会とエッグヘッドのセラフィム、頂上戦争のパシフィスタとエッグヘッドのマーク3、頂上戦争の黒ひげ海賊団とエッグヘッドの黒ひげ海賊団、頂上戦争のリトルオーズジュニアとエッグヘッドのドリーとブロギー、そして頂上戦争の白ひげとエッグヘッドのベガバンク。白ひげも死に際に頭が切れていました。さらに頂上戦争の白ひげは背中に逃げ傷なし。一方エッグヘッドのベガバンクは背中を刺されて死亡。そして共通点は映像電電虫による配信行為です。この頂上戦争編との表裏一体から次の展開が分かりそうです。それは動画の後半で考えましょう。エッグヘッドではルフィの戦闘が続きます。殴ってもノーダメージのサタン星を不思議に思うルフィは新技ゴムゴムのドーンシンバルでサタン星とキザルを虫みたいにぺしゃんこに潰す。先週サタン星とキザルは虫のようだと考えました。こちらです。社畜のごとくただ働く自我がない虫そのもの。サタン星もキザルも自我がない虫けらのようなもの。この考え方は間違ってなかったようです。さらにキザルはその昔仲良くみんなでピザを食べていましたが、今回キザルは自分自身がピザみたいになって敗北。これも半年前考えたルフィのキザルへのリベンジが完了です。これに気づいたルフィはゾクッとしている。これはキザル VS ルフィもあり得るのか。ルフィは2年前キザルに敗北して逃げました。
熊とレイリーに助けてもらいました。だからこそここは逃げずに大将キザルに挑み、あの時の蹴りをつける確率は高そうです。2年前に逃げたルフィがキザルに逃がさないという。そしてサタン星とキザルを放り投げて、キザルは軍艦にぶつかってリベンジは完了。しかしサタン星だけはこの攻撃が効かない。サタン星はヘリケラトプスのように毒爪を回転させてすぐさま戻ってくる。さらにサタン星はルフィへの攻撃の最中に五老星たちとテレパシーもしている。五老星たちは暴露系動画配信者ベガバンクを阻止すべく、なんと残り4人の五老星を一瞬で呼び寄せる。呪文なんていらない。呼ぶぞ。ああ。それだけ。真っ黒なイカズチと共に現れる4つの魔法陣。遠く離れたマリージョアから一瞬でドロー。召喚五老星。オールスター降臨祭。フィールドに封印されし5体のカードが召喚された。これが1109話の話数の語呂合わせ7つ目。人来る。人来る。もしくは語呂合わせ8つ目。いてく。いてく。いてくとは連れてくる、引っ張ってくるという意味です。サタン星が残り4人を連れてきました。それにしてもこの魔法のような力は一体何なのか。これはおそらく科学の力でしょうか。イギリスの SF 作家アーサー・C・クラーク曰く、十分に発達した科学技術は魔法と見分けがつかない。つまり五老星たちはかつて滅ぼした太古の高度文明の科学技術を独占していそう。科学の力ってすげえ。今はパソコン通信で道具やポケモンをデータにして送れるんだと。科学の力ってすげえ。しかし一方で小田先生は、作中で起きる不思議なことは全て悪魔の実だと過去に答えています。つまり悪魔の実もまた古の科学の結晶なのか。確かにサタン星はボニーに悪魔の実を与えるなど悪魔の実を研究していました。これまで悪魔の実の研究と実験を披露したのは4人。エッグヘッド編のベガバンク、エッグヘッド編のサタン星、パンクハザード編のシーザー、そして頂上戦争編の黒ひげの4人です。五老星が使う妙な技術は古代の科学技術。それは悪魔の実由来かもしれません。続いてはベガバンクが語る世界の真実について先週に続いて考えていきましょう。この1109話でルフィは新技ドーンシンバルを披露しています。この技のイメージはやはり猿のおもちゃでしょう。ワンピースで猿のおもちゃといえば猿山連合軍マシラです。猿のマシラたちはノーランドの宝を探して海をサルベージ、つまり引き上げ作業をしていました。そして1109話の扉絵では水に沈む鬼ヶ島。やはり次回以降に明かされる世界の秘密とは沈みゆく世界でしょうか。ここで話数の理論を使いましょう。次の110話の類似話数と反転話数はどちらも111話です。111話のタイトルは秘密犯罪会社。111話の話数の語呂合わせは秘が3つで秘密犯罪会社。それは理想国家を目指すバロックワークスのお話。3年前バロックワークスは五老星を表していると考えました。こちらです。さらに僕はイム様ら天竜人たちはこちらの動画で800年前から不老を実現しているとも考えました。これはわずか2年で老け込んだアラバスタ王国国王コブラと90巻の表紙でも対比されています。だからこそイム様はアラバスタ王国王女ビビの写真だけ意味深に見ていたのでしょう。800年前にイム様が出会った人物にビビに似た人物がいたのでしょうか。このように考えると、そのアラバスタ王国を乗っ取ろうと敵対していたクロコダイル率いるバロックワークスはイム様や天竜人、世界政府のモデルなのかもしれません。例えば秘密犯罪会社バロックワークスの目的は理想国家の建国、ユートピアの実現でしたが、もしかすると800年前五老星たちはバロックワークスのような秘密犯罪組織だったのではないでしょうか。誰も座らないことが平和の象徴であるとされた空の玉座に平然と座った世界の隠れた王イム様はバロックワークスにおいてメンバーの誰も正体を知らなかったミスターゼロことクロコダイルとそのイメージが合致してきます。そう、バロックワークスが夢見た理想国家をすでに実現させたのがイム様と五老星、世界政府でしょう。つまり五老星とはネロナイム星を守るどこかの王国の特級エージェントだった。そして111話のバロックワークスの理想国家と1110話のベガバンクの暴露配信は必ずつながるはずです。それではバロックワークスたちは
どのようにアラバスタを支配しようとしていたのか、それはダンスパウダーでした。ダンスパウダーとは、近隣の雨雲から強制的に雨を吹き出して特定の地域に雨を降らせない手法。雨、つまり水を奪って支配しようとしていたとなると、このバロックワークスとは逆にイム様たちは海、つまり水を増やして支配したのか、それが海面上昇か。その証拠をベガパンクは映像として見せたいのか。そうすれば世界中の人々に革命の灯火が広がる。ベガパンクは世界に電気を引いて光を灯した人物です。電気の灯火を世界に広げたベガパンクが革命の灯火も世界に広げる。オハラとロビンの思いが世界へ届く。革命軍クマの思いも世界へ届く。いや、それだけじゃない。ベガパンクは死に際に笑っていました。なぜベガパンクは笑ったのか。ベガパンクが映像で全世界に見せたいものは別にある。ベガパンクが全世界の人々に見せたいもの、それはニカ。太陽の神ニカ。人を笑顔にする太陽信仰が全世界に復活する。世界の夜明け、ドーンの石、D の石。ニカの戦闘、映像を見た世界の人々が笑顔になる。全世界が大爆笑。希望の灯火も灯る。だからベガパンクはそれを想像して笑ったのか。それが1111話か。するともしかするとライブ映像にも切り替わるのか。コメント欄では1111話は11月11日生まれのゾロの回ではないかとも言われていますが、すでに僕は1111話はジョイボーイの回だと予想しています。こちらです。1101話をひっくり返すと、1011話ルフィ VS カイドウ。1011話は伝説のあのセリフ、9値ほど笑い笑うほどニカ。これは1101話のニカみたいなボニーにつながる。すると以前も考えましたが、ジョイボーイと読める完璧な語呂合わせは10話先の未来、ジョイボーイ。1111話です。1111話がジョイボーイを表す回でしょう。10話先が楽しみになりました。もちろんゾロも活躍しそうですが、メインの話はジョイボーイの回だと僕は予想します。以上です。続いてはいつものように次回1110話以降の展開を話数から読み解きましょう。1110話の類似話数は10話、110話、111話、1011話です。10話ではバギーが大砲で街を消し飛ばす。ならば今度こそ1110話で古代兵器の話か。次に110話では社訓は謎、バロックワークスミスター5。このミスター5はすでにイヤーフィフスニカのヒントキャラだと考えました。ならば1110話では世界政府の謎やニカの謎も語られるのか。次に111話はすでに考えました、秘密犯罪会社。そして最後の類似話数は1011話。この1011話もジョイボーイの回でした。9値ほど笑い笑うほどニカ。ルフィが復活した回。そう、次の1110話と次の1111話の2つの回の類似話数と反転話数はどちらも1011話なのです。だから1111話がジョイボーイ回。さらに1110話の話数の語呂合わせも考えましょう。1110話の語呂合わせは火が3つで秘密王。ベガパンクがついに世界の秘密を語る。もしくは秘密の王。秘密の王イム様の存在もベガパンクは暴露するのか。ビビって五老星たちの登場に全員ビビってるでしょう。ビートとは鼓動、叩くという意味ですから、解放のドラムが引き続き鳴り響くのか。それにしても五老星の登場でエッグヘッドの結末はさらに難しくなりました。ニカ、エルバフの巨人、鉄の巨人 VS 五老星という戦いなのか。しかしエッグヘッドで五老星の5人が敗北するとは思えません。不死身の五老星を倒すには秘密を解く必要があるからです。さらに五老星たちの目的はルフィではなくエッグヘッドのラボにいるベガパンクです。しかし一方でルフィは仲間たちが逃げるまで彼らを逃がさないとも言う。それならば考えられる次の展開は、旅行するならどこがいい。クマが一時的に自我を取り戻して麦わらの一味やベガパンク、エルバフの巨人、鉄の巨人全員まとめてエルバフに飛ばす。
それはかつてゴッドバレーで500人の奴隷を救ったように、それはかつて頂上戦争で白ひげが息子たちを逃がしたように、クマイコールベア、白ひげイコールホワイトベアード、ベアーつながりがこの2人にもある。そして杯の攻撃で右の顔を失うクマ、杯の攻撃で左の顔を失う白ひげ、クマと白ひげもまた表裏一体です。そんな2人の宝物は同じ。お前一体何が欲しいんだ家族。白ひげの宝物は息子たち、クマの宝物は娘のボニー。頂上戦争で白ひげが息子たちを逃がしたなら、エッグヘッドでクマは娘やルフィを逃がす。そして一人残る。その時クマはニカッと笑う。そんな風にも考えられます。以上です。皆さんはどう思われましたか？ありがとうございました。謎の日の舞台はここで暗闇を照らすライトが輝く。みんなで集まって始まる冒険。いざ目指す道へ船の冒険。烈に挑む君と一緒になれ。どんな謎も解くさ。謎を解くのは俺たち。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。